にちは。今日なんですけども、今日は最近の友達が本帰国する方が多くって、それと逆にシンガポールに今度から来ますみたいな感じの方もすごく多いみたいで、だいたい皆さんご主人の着任がシンガポールになって帯同で来られるっていう方がほとんどみたいなんですけれども、そういった方によく参考にしてますというようなメッセージをいただくんですけれども、本当にありがとうございます。はい。ちょっとね、そういった新しく来られる方にお役に立てばなと思って、主婦目線でシンガポールでどんなものが買えるとか、どんな風なものを持ってきたら便利かっていうのをちょっとご紹介できたらなというふうに思っております。はい。前に一時帰国した時に買ってきたものっていう購入品を紹介させてもらったんですけども、そちらも合わせて見ていただいたらいいなというふうに思うんですけれども、私は基本的にもう一時帰国の時はシンガポールにあるものは買わないようにしてるんですけども、でもこれから来られる方はまだ引っ越しで輸送間に合うと思うので、間に合うんだったら持ってきたらいいなっていうものをちょっと紹介していくんですけれども、まず当たり前なんだけど、日本のものは輸入品になるので日本より高いです。日本、今パッと日本よりシンガポールの方が安いものってなんだろうって今考えたけど、もう本当に思いつかないぐらい日本の方がほとんど安いと思います。ちょっと後で思いついたら言いますけれども、私が感じている感覚では日本より安いものはシンガポールにないと思った方がいいと思います。まず最初にシンガポールで日本のものはほとんどあるので、買えないものがないって言っても過言じゃないぐらいあります。大体の生活する上で日本人が困ることはほとんどないです。っていうのも、スーパーだったら日系のスーパーがあって、明治屋があったり伊勢丹があったりで、高島屋が百貨店にあったりとか、ドンキも最近すごくいろんなところにあるし、あとニトリとか無印で、ユニクロで、東急ハンズ、ドラッグストアで言ったらウェルシアがあります。なのでほぼほぼ何でも揃う。オンラインショップもすごく便利で、私は食材とか生活用品とか買うのはレッドマートっていうのを使ってるんですけれども、それで物価がどんな感じかっていうのを調べられると思うので、それで検索の時にジャパニーズって書いただけで日本のものがバーって出てきたりとかするので、そういうのも見ていただいたらいいなというふうに思うんですけれども、あと私がよく使ってるのがラザダっていうオンラインショップ、あとショッピーっていうやつですね。大体その2つで洗剤を買ったりとか、そうやってネットで買うことが多いんですけど、で日本のものもすっごいあるし、化粧品とかもすっごいあります。でやっぱり製品的にやっぱり日本のものってめちゃくちゃいいじゃないですか。やっぱついつい日本のものっていうのをちょっと高くても買うようにしてたりとかするんですけども、もし持ってこれるんだったら持ってこられたらいいんじゃないかなっていうのをまず、言っていきます。はいということで、最初にキッチン用品とかキッチン周りのグッズですね、それを紹介します。まずはアイラップです。よく似たものもあるし、ジップロックもあるから別にわざわざ持ってこなくてもいいやって思うかもしれないけど、私はすごいアイラップ大好きなんで、いつも1個は持って帰ってくるかな。あとこういったサランラップ、クレラップとかおむすびホイルみたいなのとかさ、クックパーみたいな、こういうのもドンキとかに売ってます。でこっちのサランラップがもう本当に使いづらい。ぐちゃってなるし、ちゃんとつかないし、電子レンジだったら溶けちゃったりとかするから、ちょっと包むぐらいだったらローカルのやつとか使ったりとかするんだけど、使い分けてる。でもこのねクックパーはかなりおすすめかもしれない。私クッキングシートとかでも代用するけども、こっちは魚焼きグリルがないので、フライパンにこういうクックパーを引いたりとか、ベーキングシートみたいなのを引いて、私は魚を焼くことが多いので、こういうのがあったら便利っていう感じですね。なくても生きていけるけどね。そんなこと言ったらさ元も子もないんだけど。あとはこういったお掃除グッズのスプレーですね。これはダイソーで買ったんだけど、でダイソーは、2ドルです。なので日本の倍って思ったらいいと思います。別にこんなのダイソーで買わなくてもあるけど、私めっちゃこれ両方ともこれ油汚れのやつとこの除菌のやつをよく使うんだけど、消耗品としてこれで安いし優秀なので、私は結構ダイソーさんを利用してます。でもダイソーのものは2ドルと思っておいてください。でこれはもう絶対歌マロで、歌マロ石鹸も私使ってるんだけど、こっちでいくらだったかな、ちょっと値段見てみましょうか。これでラザダで 8.9 ドルです。そんな感じです。
あとこれは前に一時帰国購入品で紹介した亀の子スポンジで、これ私すごく愛用してるんですけども、アマゾンでなんか700円ぐらいだって1個。スポンジ700円は高いよねと思って、なんかそれでなんかやっぱ日本に帰ったら買うようにしてます。これも一時帰国で紹介したんですけども、これは無印の水汚れの掃除シートなんだけど、これ私なんかネットで探してもなくって、無印のシンガポールの無印いろんなとこ行ったけど全然なくて、で私日本で買ってきたんですけど、これめちゃくちゃやっぱすっごい良くて SNS でバズってるから買ったんですけど、なんかいつもこうやって一つのシートを6つにカットして、なんかいろんな引き出し、水回りの引き出しの近いところに入れといて、でシャーって洗ったりとかするのにめちゃめちゃいい。あとそうさっきねおむすびホイルって私言ったけど、よく聞くのがなんかお子さんいらっしゃる方でお弁当を持っていかなきゃいけない方、そういった方だったら日本のさスープジャーのお弁当箱とかあるじゃん、あんなのとか、あと水筒もそうですよね。なんか日本のやつピッピッてなんかパッてなんかどういうの部活の時に使ってるような水筒とか、私もなんかお弁当箱をちょっと探したことがあったけど、なんかあんま機能的なものがなかったりとか、お弁当を作る方とかだったらお弁当グッズ持ってきたらめっちゃ便利だと思います。もう私の愛用品大谷さん大谷さんいい薬です。大谷さんもシンガポールで売ってるの、オンラインショップでも買えるんですけど、なんかやっぱりなんかこっちのやつってどんな効能だろうみたいなとかいろいろ調べたりするのがめんどくさいから、もう日本で愛用してるものを持ってきたりとか、風邪薬とか基本的ななんていうの薬っていうのは必ず買ってきて常備しています。あと私がすごい好きなのは、私はコスメがめっちゃ好きなんだけど、ドラッグコスメはまあ多分絶対日本の方が安いっていうのはみんなわかると思うんだけど、そのキャンメイクとかセサンヌとか、あとねレブロンとかなんかメイベリンとか、そういうのも日本の方が絶対に安いです。愛用してるものがあったら絶対日本で買った方がいいと思います。あとなんか昔の円高とかだったら信じられないかもしれないんですけど、デパコスも日本の方が安いです。でも日本の百貨店の化粧品売り場ってめちゃくちゃ混んでるじゃないですか、平日でも。でなんかこう番号札取って1時間待ってとか、そんなんばっかで試せないっていうか、BA さんとかにも全然接客してもらえみたいな感じが多いけど、シンガポールはめっちゃどこも空いてる。で日曜日とかはまあ混んでる時もあるけど、であとセフォラがあるし、でセフォラだったらさ別にデパコスとかでもいっぱい普通に試せるから、だから私は結構シンガポールでいろんなものを試して、で日本に一時帰国に合わせてオンラインで買うんですよ。でそれで日本でゲットするっていうのを結構こっちではやってます。はい。日本だったらめっちゃ普通にあるスリッパ、あると思うんだけど、なんかあんまりいいのがない、これっていう感じのがない。結構なんかスリッパでもさ夏っぽいやつあるじゃないですか、あんな感じのとかを結構無印で買ったりとかすることが多いです。あと文房具系はやっぱり日本のやつがめちゃくちゃいいなと思って、東急ハンズとかでも売ってるけど、なんか働いてる方とか学生さんとかだったらよく使うと思うので持ってきた方がいいなっていうふうに思います。そうで、私が今欲しいなと思ってるのが歯磨き粉で、歯ブラシとかも私日本で買ったりとか、歯間ブラシも日本のものがいいので日本から買うんですけども、歯ブラシもこっちのがあんま好きなものがなくて日本のものを買うんだけど、でそれはベルシアとかでも売ってるんだけど、なんかねないのが歯磨き粉で、歯磨き粉は歯茎にいいみたいなやつにこだわってて、なんかおばあちゃんなんでなんか歯茎がキュッと引き締まるみたいな薬用の歯磨き粉が好きなんだけど、ネットでもめっちゃ探したの、そういうのあるかなと思ったらない。やっぱり歯磨き粉が意外とないかもしれない。だからベルシアのオンラインもあるから、なくて不安だったらそういうのを見ていただいたらいいかなというふうに思います。そう食品については私はなんか消費期限があるし、家族が2人暮らしなのでそこまでなんかあんまりたくさんは買わないです。でただこだわってる商品だったら買ってきたりもするし、そういったものもネットで見ていただいたらどんな価格かっていうのは分かると思います。はい、私が今一番欲しいのは炊飯器なんですけど、それも日本のやつが欲しくって、空港でも炊飯器って売ってるじゃないですか。やっぱり日本の炊飯器って優秀なんでしょうね。でなんかお洋服とかはもう本当なんか日本で着たい服とシンガポールで着たい服が私全然違ってて、暑いしなんとなく
カラフルな服を着てる人が多い、日本人の人でもって思うので、こっちで買いたくなると思います。あとね、男性のもので言ったらね、あんまりスーツとかがいいのがないかもしれない。なんかすっごいさ、ハイブランドのやつとかあるよ。でも普通にさ、なんかちょっとなんか出かける時のジャケットとかあるじゃん。なんかそういうのがなんか手頃な値段でなかなかなくて、むっちゃ高いかしかないかもしれない。あとなんかネクタイの種類とかもなんかあんまりないように思う。ハイブランドのものって3万以上はするじゃないですか。でもなんかちょっと1万円ぐらい出したら日本ってすごいいいものがあったりとかするから、やっぱり日本のクオリティいいなっていうふうに思っています。でも何でもそうだよ。なんかタオルでも何でもさ、日本製はいいなって思う今日この頃です。はい、ということで参考になったなと思ったらいいねを押してください。引き続きまたよろしくお願いします。